皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日は前回紹介した3スピンドル2タレット旋盤の性能とか機能に関してより詳しく説明していきたいと思います。まず前回のおさらいなんですが、これまで超量産部品の加工で、いわゆるその小物加工、直径でいうと 10mm、20mm、10パイ、20パイみたいなワークで比較的シンプルな加工内容で、複合加工とかもない、刃物本数も数本、4本とか5本ぐらいまでみたいな加工であれば、6軸自動板、8軸自動板、いわゆる多軸自動板っていうのが改善の選択だということはお話ししてきました。それに対してもう少しサイズが大きい直径 100mm とか150、200mm みたいなそういったワーク、それから刃物本数も10本とか15本とか使う、さらには複合加工、ミーリング加工みたいなものもある、そういったワークの時っていうのは、いわゆる多軸自動板では対応できないワークの時には3スピンドルっていう機械が一つの加工提案としては面白いんじゃないかということを紹介申し上げたのが前回の動画でした。そうですよね。島田マシンツールなら3スピンドルとか4スピンドルですよね。そうですね。4スピンドル HS4200 っていう機種ですけど、これは今までいろんな動画で紹介申し上げているので、そちらの方をご覧いただくとして、今日は後ろにある3つチャックがある、そして2つタレットがある3スピンドル2タレットの ST32 という機種の詳細な機能とか性能に関して説明していきたいと思います。見た目的に3スピンドルと4スピンドルってほとんど似てると思うんですけど、違いってどんなところなんですか？そうですね。構造的には、このテーブルに穴が3つ開いてますが、僕らがキャリアと呼んだりする部品ですけど、ここにピンドルが入る穴が3つ開いているか4つ開いているかの違いと、主軸ベルトの長さがちょっと違うとか、正面カバーのこの作りが3つに分かれてるか4つに分かれてるかの違いぐらいで、それ以外っていうのはみんな共通部品で出来上がってるんですよね。共通部品が多くても、3スピンドルならではの存在意義があるんですか？そうですね。工程が1つだけ、例えば表側のワークの加工だけみたいな、そういった時に刃物を比較的たくさん使って複合加工、ミーリング工程なんかそういうのが例えばある場合を想定しますと、3スピンドルも4スピンドル同じく加工ステーションは2つ持ってるんですね。タレットが2つあって、ローダー作業をするステーションっていうのは4スピンドルの場合は2つで、3スピンドルは1つですから、その分だけ加工に必要な機能というか、ここにかけてるものは一緒ぐらいなんですが、一つそのスピンドルとかチャックとかがない、あるいはその搬送装置に関しても1セット、なくなることで、その分価格が落ちてコストパフォーマンスっていうのは良くなりますよね。なるほど。確かに量産加工だからといって世の中の工場がみんな2スピンドル2タレット旋盤使ってるわけではないですもんね。むしろチャック1つのシングルスピンドル旋盤の方が割合的にはまだ多いかもしれないですよね。そうですね。正確なその統計の情報っていうのを僕も持ってるわけではないんですが、いろんな工場を私も今まで行っていて、単軸旋盤と呼ばれるシングルスピンドルですね。チャックが1つだけの旋盤とか複合旋盤とかそういったものを必要な分だけたくさん並べて使っているお客さんの方が2スピンドルを使っているお客さんよりもまだまだ多いかもしれませんよね。だからその1スピンドル旋盤を使っているようなそういったお客さんに対してこの機械のようにローディングするプロセス、それから加工の前半を行う加工ステーション1、次の加工ステーション2っていうようにこの空間を3つの部屋に区切ってしまって同時に加工するという、それによってサイクルタイムをギュッとほぼほぼ3分の1にするみたいな、そういった提案っていうのもありなんじゃないかなと思ってます。刃物の本数はタレット2台分の16本や20本使えるんですよね。そうですね。こちらにタレットがあるんですが、今ここに見えてるのは10ステーションのタレット、10ステーションのタレットですね。合計20ステーション、回転工具ツールツなんかもついてますね。スタンダードっていうのは8ステーションのタレットですね。その場合は8、8なんで16本ということになりますね。チャックサイズってどのぐらいがつくんですか？チャックサイズは基本8インチなんですが、10インチサイズもつけることができます。主軸のモーターサイズはどれぐらいですか？30分定格で 15kWっていうのがスタンダードなんですが、オプションでモーターサイズちょっとアップさせて 18.5kW っていうのもありますね。一つのテーブルの上にチャックが3つつくか4つつくかで、チャック同士のピッチというか距離って違ってくるんじゃないですか？よく聞いてくれました。それはすごいいい質問なんですよね。同じ直径の同じサイズのテーブルを4つに区切るか3つに区切るかで、当然その3つの方がよりたくさんスペースを持てるわけですけどね。4スピンドルの HS4200 の場合はこのチャック同士の距離、チャックの中心からチャックの中心までの距離っていうのが 282.8mm なんですね。片や3スピンドルっていうのはそれがちょっと広がって 346.4mm に広がるんですね。タレットの中心からツールホルダーの先端までの距離っていうのかな、どれだけタレットの径方向に
にツールホルダーだとか、ドリルだとかその先端が突き出すことができるかっていう、いわゆるタレットの最大、旋回径っていうことで言うと、4スピンドルの場合は 362mm なんですが、この3スピンドルだと 430mm まで広がるんですよね。例えばラジアル方向、いやだから横穴とか加工するような回転工具のドリルつける時とかね、こういう時とかはより長く突き出すことができるみたいなのがこの3スピンドルだし、あるいはその転造アタッチメントとかね、各種いろんな特殊ツール、サイズの大きい特殊ツールみたいなことをつける時にはこの3スピンドルっていうのがより広く空間を使うことができるから有利になってきますよね。刃物交換の時ってどんな形になりますか？実際にお見せしようかなと思うんですが、大体の様子ですね。まずこちらの3スピンドルっていうのはもう見えてますので、ここにレンチをもうそのまま引っ掛けてドリル取るとか、そんな形なので非常にアクセスはいいですよね。別に無理やり手を伸ばしてとかそういうわけでもないですので、こういった狭すらも持ちたくないとか、もっと簡単にチェンジしたいっていう時のために、いわゆるそのコロマウントキャプトとかって呼ばれてるね、クイックチェンジツールホルダーっていうのも標準のままこのようなタレットっていうのは対応できます。参考までに4スピンドルの機械、これも別に構造としては一緒なんですが、ちょっとここで反対側に今ちょっとありますので、どんな形になるかをお見せします。4スピンドルの場合でも基本的にはもう同じタレットがついてますので、こんなように非常にアクセス性は良くて、例えば今ここに外形ツールがついてますけど、ここにこういったレンチをただ差し込んでグッと回すっていうぐらいですぐに交換はできます。非常にアクセスが良くて、女性のオペレーターとかそういった方でも使いやすいんじゃないかなと思います。お客さんは NC スライドのとりわけ合成を気にすると思うんですけど、このあたりどうですか？そうですね、ちょっと実は隣にちょうど組み立て中でNC スライドがそのままちょうどまだ露出してる機械がありますので、そちらの方に移って簡単な概要をちょっと説明したいと思います。先ほど言った隣で今作ってる最中の3スピンドルっていうことなんですが、今2台こちらと隣ですね、別で作ってまして、その NC スライドですね。この NC スライドっていうのは4スピンドルと同じような形なんですが、ご覧のようにですね、いわゆるその滑りっていうやつですかね、リニアガイド LM ガイドっていうのを使ってるわけではなくて、引き下げっていう、英語だったらそのスクレーピングって言いますかね、こういったその作業で一つ一つ細かい油水を掘っていって面と面でしっかり接触しているという、非常に合成が強いタイプのNC スライドです。非常に幅も広いと思いますし、お客さんが非常に激しくぶつけちゃってツールホルダーの方が割れちゃったとか、チャックの爪がもう思いっきり破壊されちゃったとか、それぐらい激しいクラッシュをちょっとお客さんがたまたましちゃった時なんかでも、うちのこの機械っていうのはそのスピンドルも NC スライドも全く無傷っていう、私のその知る限りスピンドルと NC スライドがそれでいかれてしまったっていうのは現時点ではちょっと私はそれ知らないぐらい非常に合成がある NC スライドになっております。タレットが乗っていない時にはだいたいこんなようなビジュアルですかね。タレットが乗るとこんなようなビジュアルになって、どちらもですね、回転工具タイプの10ステーションタレットが2台ついていると。先ほど動画でずっと説明申し上げた機械とスペックとしては同じになってますね。ローダーのバリエーションってどういうものがあるんですか？これはですね、4スピンドルともほぼ共通ですね。このようにロボットが中央に1台据え付けられているような場合もあるし、タイムが非常に速くて1台のロボットじゃ間に合わないよっていうの時には、供給専業と排出専業みたいな感じでロボットを両サイドに2台配置させるようなこともあるし、普通のオーソドックスなガントリーローダーっていうのもあるし、ストッカーだとかからワークを持ってきたりとか、ワークをサレタイジングとかで置きに行ったりみたいなことのために、ロボットがですね、スライドレールの上を横に移動する、トラバースするみたいな、そういった仕様もありますし、ガントリーローダーにロボットがぶら下がっててですね、皆さんから見ると左側かな、左側のどこからロボットがアームを伸ばしてピックアップとかして加工して、皆さんから見て右側の方に移動して検査装置に置いたりとか、ワーク洗浄したりとか、ちゃんとパレタイジングで置いたりとか、そんなようにしてロボットが機械の左右をずっと行き来してみたいな、そういったガントリーローダーとロボットがミックスしたみたいな、そういった仕様もありますね。ただその4スピンドルの場合だと2つのチャックに対してワークの供給排出やんなきゃいけないんですけどね、ワンサイクルの間に。3スピンドルだったら1つだけで済むので、ここにも見えてるようなそのロボットのね、ハンドとかね、1ユニットで済むっていうのは3スピンドルのちょっと違う点でしょうね。4スピンドルだったら基本的には1ハンドじゃなくて2ハンドになる、そういったことはありますね。これについてはですね、概要欄の方に資料を添付しておこうと思いますので、こちらの方から資料をダウンロードしていただいてもいいんですが、名前はですね、私が尊敬申し上げている堀映像参謀、ちょっとマニアックかもしれませんけど、敵軍戦法早分かりっていう名称があるんですが、そこからちょっとオマージュしたようなタイトルですが、ローダー方式早分かりっていう、そういったタイトルで概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。
いろんなバリエーションがあるんですね。他に使って便利なオプションだとかってあるんですか？オプションで言うと、例えば先ほどもちらっと申し上げたようなクイックチェンジツールホルダーですね。おむすび型みたいな形したコロマントキャプトと呼ばれるような、そういったものにも例えば対応してるとかね。制御装置なんか今ここにはファナックがついてますけど、この機械っていうのは三菱、ファナック、どちらでも選択することができますね。クーラントの圧力って最高で何メガパスカルまで対応できるんですか？10メガパスカル、100バーとかね、バーだったら100っていう数字になるんですが、10メガパスカルまで対応することができますね。かなり高い圧力まで対応されてるんですね。専用の高い圧力のそのポンプとかねっていうのは必要にはなるんですけど、そういったオプションは必要になるんですが、機械としては10メガまで対応してますね。前回に引き続いて実際に機械を動いているところをですね、ご覧に入れたいと思います。いかがでしたでしょうか？まだまだ世界中の工場ではチャック1つの旋盤とか2つのチャックの旋盤だけども高低間のワーク受け渡しが必要になっている、そういった場合とかオーソドックスな加工方法で設備台数がその分だけ増えていってしまっているみたいな、そういったパターンっていうのがまだまだ多いと思います。今回の動画はそういった加工方法を否定するつもりはもちろんありません。ただ工程分割をしてしまって同時加工をする3スピンドル旋盤という方法もあり、こういった機械がまだまだその世界中の加工現場のたとえ一部であってもお役に立てる場面っていうのはまだまだ多いんじゃないかなと思って今回こういった動画を作ってみました。いつもシマダマシンツールをご覧いただきありがとうございます。この機械の詳細情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方もご確認ください。